こんにちは、千尋です。ベルリンに着いてもう1ヶ月ぐらい1ヶ月以上過ぎちゃったんですけど、ちょっとですね、この着いてからの1ヶ月、実はずっと不調でした。なんかこう街を歩いてても目を刺激してくれるようなうーんとデザインであったりとか建物とか、あと人とか、あとすごい自由ないい雰囲気なんですけど、街全体は。でもこうインスピレーションは得られているのに、それをこう何か形にしていきたいなっていう欲が生まれなかったりとか、あとはこう誰かと会ってたり、新しい行ったことない場所行ったりして楽しいはずなのに、なんかちょっと心から楽しめていなかったりとかしてて、地に足がついてないというか、心がここにあらずというか、なんかなんだろうな、元気がない、欲が湧かないみたいな状態がこの1ヶ月ぐらいずっと続いてました。こういう人とどんどん交流していきたいとか、こういうところ行ってみたいとか、これ買いたいとか、あとはこういう表現してみたい、こういうもの作ってみたいみたいな、こうやりたいこと、夢みたいなものとか希望とか、なんか理想とか、そういうものがなんかあんま持つ気にならなかったなっていう、元気のない1ヶ月を実は送ってました。でこの多分不調の理由はいくつかいろいろあるんですけど、多分一番大きいもので言うと、ベルリンで生活を送る上で通らなきゃいけない洗礼というか儀式みたいなものがあって、それの一つがこうアンメルドゥングというものなんですけれど、アンメルドゥングっていうのは住民登録っていう意味なんですけど、それがないとこう生活がままならないというか、生活の基盤が整わないし、生活の兆しが兆し生活の見立てができないみたいなものがあります。働いたりとかする上でも必要になるので、それができるようになるまで、なんだろうな、多分本当にここのベルリンで楽しんでいいのかなみたいなのが心のどこかにあって、すごい、なんだろう、この場を心から楽しんじゃいけないみたいな感じなの多分自分で思ってたんだろうなと思うんですけど、なんかそんな感じのこう力が入らないような、状態だったんですけど、アンメルドゥングっていう住民登録をしないと働くこととかができないので、絶対生活する上で必要なんですけど、なんでこの元気ない状態だったんだろうなって思ってたんですけど、有名な心理学者のマズローさんっていう方が作った人間の5段階承認欲求というものがあって、なんか人間にはこう欲が大きく分けると5つ分類できて、それはこうピラミッドのように段階的階層的になってて、下が満たされていくことで一つずつこう欲の段階が上がっていくみたいなモデルのことなんですけど、なんか多分それの一番下のところが私は満たされていなかったんだなっていうふうに思ってます。一番下っていうのは生理的欲求というもので、食事とか睡眠とか、あと住まいとか、そういうなんか生きるために必要な基本的な欲求を満たしたいという欲を持つことで、これが満たされると次安全の欲求って言って、雇用を働くとか、あと、治安を求めたりとか、
身の安全と安定した生活を求めたいっていう欲求が次生まれ出すとか、でその次に社会的欲求で家族とか友人とかコミュニティとか恋愛とか所属やつながりを求めるような欲求が生まれて、でその次にそこが満たされると承認の欲求、自信とか達成とか評価とか、尊敬されるとか、そういう他者からと、あと自分から認められたいみたいな欲求が芽生えて、で最後にその次が満たされると最後にその自己実現の欲求というものが芽生えて、想像を作ることとか自己表現、学び、使命感のある活動をしていきたいみたいな欲求が生まれて、自分の可能性を最大限に生かしたいっていうような欲求が生まれるっていうふうに言われてます。で私はその生存欲求っていう一番下の欲求の土台になるような部分が満たされてないというか、不安定な状態だったので、多分私がやりたいのは表現したり作ったりとかっていうものっていうのは一番上の欲求なので、そりゃその欲、あと人と関わりたいとかそういうのもですけど、欲が起きないっていうのは結構自然なことだったんだなっていうふうに思うんですけど、そんな感じでちょっと元気がありませんでした。たださっき言ったアンメルドゥングっていうやつが、実は先日やっとできまして、イエーイって感じなんですけど、それによって、やっと思い描いてたようなベルリン生活のスタート地点に立てたみたいな状態なんですよね。なので、ベルリンで生活を送っていくためには、スタートラインとしてそのアンメルドゥングするっていうのが、一番初めのミッションになるなというふうに思ってます。アンメルドゥングってなんだみたいなところはあると思うので、ちょっとベルリンに興味ある方も、ベルリンに興味なくてもそれって何みたいな方とか含めてちょっとでも知ってもらえたらなと思うので、アンメルドゥングできた過程みたいなところを少し今回の動画でお話ししてみたいなと思ってますので、少しお付き合いいただければと思います。やっとスタート地点に立って、少しずつ落ち着いていくんじゃないかなとは思うんですけどね。始まれ私のベルリン生活。長くベルリンに住んでいる人たちの話では、著しく近年物価が上がっていて、家賃ももちろん上がっているとのことでした。なので私は予算の兼ね合いでシェアルームを探していました。シェアルームのことをこっちではベーゲーと言います。アンメルドゥングできる物件を探すのは難しいと日本にいる時から噂で聞いていたので、若干内心ビビっていました。私は主に一番メジャーと言われるベーゲーゲズーフトというアプリで探したんですけれど、物件を探しまくって分かってきたのは、物件の説明文にアンメルドゥングできるかどうかを書いていなくても、
問い合わせで確認したらできるというところはいくつもあるということでした。なので、物件の概要欄にアンメルドゥングについて書かれていない場合は問い合わせる必要があります。アンメルドゥングで検索そうとできないし、結構書かれていない物件が多いので、ひたすら問い合わせをする必要があります。これ、地味なのにめっちゃ大変でした。物件を探してて、なんでこんなに大変なんだろうっていろいろな疑問が浮かびました。アンメルドゥングできる物件は人気で、家主のもとに1日に数十件のメッセージが届いているらしいです。私は1日に30件ほど送っていましたが、返信があるのは2、3件ぐらいでした。返信もらえて内見できたとしても、他の候補者が選ばれて振られたり、人柄はいいと思うけど言語の壁を感じたと言われて振られることもありました。物件探して問い合わせて内見してやり取りしてっていうやっていることは単純なんだけど、知らないうちにストレスを感じていたらしいです。終わりが見えなくて精神的に結構しんどい。でもやるしかない。みたいな。ただそんな状態だと創作したいとか人と交流したいとかおしゃれしたいとかそういった高次な欲求が全然湧いてこなかった。多分これが元気がなくなった原因だと思う。先の見通しが立たず絶望しているそんな時、朗報が入りました。なんと知り合いの人が助けてくれて、無事アンメルドゥングできる物件を見つけることができました。神様が降りてきたような感覚でした。本当周りの人に生かされているなと実感しました。本当感謝しかないです。あとは必要な書類を持って区役所に申請しに行くだけ。私が行ったのは警察署と一緒になっている区役所でした。書類に問題はなく、その場でアンメルドゥンが完了。晴れてファーストミッションをクリアしました。これでやっとベルリンライフのスタートライン立てたという感じです。初 YouTube の投稿、アンメルドゥング、ずっとストレスの根幹にあった者たちが亡くなったことで、ほっとしました。
なので一旦癒されるためにそのまま植物園に向かいました。個人的にはサボテンコーナーがお気に入りです。そして飲むしかないですね。こちら長年ベルリンに住んでいる重鎮さん。本当お世話にいつもなっています。命の恩人です。からのお気に入りだというめっちゃいい感じのワインガーデンに連れて行ってもらいました。ドイツワインがたくさん置いてあって、ほとんどの人が白ワインを注文してました。丸いグラスにタプタプに入った白ワイン、めっちゃ可愛い。あと、めっちゃ美味しいピザも食べた。お皿からはみ出るぐらいの大きさ。ドイツでめちゃくちゃ美味しいと思ったものって正直今まであんまりないんだけど、ここのピザはすごい美味しかった。絶対また行きたい。食べきれない分はお持ち帰りさせてくれました。創作にも力を入れたいなと思ったからベルリンに来たのにできていないっていうのは、自分のやる気が足りないんじゃないかなって思うことが正直あったんだけど、確かにそうかもしれないけど、なんかただそれだけじゃないなと思ってます。イマジネーションの創造やクリエイティブの創造、あと表現というものは人間にとっての喜びなんだけど贅沢でもある。生きられるっていう前提があるからこそできること、喜びとして感じられることなんじゃないかなと、そう気づいて、その前提を得られているありがたみをかみしめました。まだまだ他の課題もたくさんなんですけど、ちょっとほっとしたので一旦寝ることにします。ではまた次の動画で。おやすみなさい。